パスオブジアビスやってくで、よろしくお願いします。前回は古き王の霊廟のボスを倒したとこまでやったな。今回は残ってる要素を紹介しつつ、次のダンジョン、試練の古戦場を終わらせよう。早速試練の古戦場で出会うイベントの紹介。迷宮を探索中、君たちは多数のモンスターに襲われているローブ姿の少女を見つけた。モンスターは、じりじりとその間合いを狭め、今にも襲いかかっていきそうだ。危険な状況と判断し、君たちは彼女に加勢することにした。街の路地裏とかならわかるけど、こんなとこにいる時点で、この少女とやら、ただものじゃないのは明らか。多分手助けしなくても、この程度片手間で瞬殺できるタイプ。でもまあ助けてあげた。戦いを終えた君たちの元へ、軽やかな足取りで少女が近づいてきた。見ろ、全くビビってる様子がない。彼女は君たちを品定めするようにじろじろと見回し、そして満足したようににやりと笑うと、懐から鉄製の武骨な鍵を差し出し、それを手渡した。完全に強者のムーブ。パーティーよりはるかに強いやつやろ絶対。それはそれとして、これで街で使える施設が増えた。それがこの、マチンの研究所。来たね、いらっしゃい。このきりたん声がよく似合う、小生意気なちっこいのがさっき助けたマチンちゃん。今回登場する可愛いキャラその1。君たちのしょっぱい装備を最高級品にしてあげるよ。施設の機能は2つあって、1つはエンチャントガチャ、もう1つは祝福倉庫。祝福については、後で説明します。エンチャントガチャは、もう大体わかったと思うけど、お金を払って装備品にランダムにエンチャントをつけてもらえる。例えばこのブロードソードが。ほいどうぞ、うまくいったかな。あっという間に、ブロードソードプラスミニ。ノーマルアイテムだけちごて、エンチャント済みのアイテムにも使えるけど、エンチャントは追加ではなくて付け直し。もともとついてた効果は消えるから、そこのとこだけ注意しよう。このマチンちゃん、耳がとんがってないところを見るに、少なくともエルフではないらしい。めちゃくちゃ強い魔女が年齢偽装してるタイプかな。それかマジモンの天才かやな。さて次は、前回追加されたランダムイベント、奈落の穴。このモヤモヤしてるのがそれ。一言で言うと連戦イベント。というか、二言以上で説明しろって言われた方が難しい。では実際に見てみよう。飛び込むを選択すると連戦に突入。数はランダムで最大5連戦。今回の場合は4連戦やな。出てくる敵が強いとかはなくて、普通のエンカウントテーブルと同じみたい。もちろん見返りはあって、戦利品がいっぱいもらえる。今回は言うほどでもなかったかな。全身鎧を着た男が部屋の中央でうずくまっている。時折立ち上がって周囲を見回したり、また座り込んだり、まるで落ち着きがない。やがて、男は君たちに気がつくと、大声で話しかけてきた。タコ娘ちゃん、君たちもタコ娘ちゃんが好きなのか？何この人。知らないのか？怪しい奴らだな。なんなんこの人。おお、タコ娘ちゃんは俺が守る。マジで怖いんですけど。腹立つことにちょっと強いのでカット。怪しい男はうなだれ、その場にうずくまってしまった。なんだったの？名状しがたい、ガチの不審者。レベルも結構上がってきた。ステータス値は高ごとにパッシブスキルを覚えることができる。ス
トレングスの場合は攻撃力プラス 5% または命中判定2回のどちらか。いつでも好きな方を選び直せるから状況に応じて変えたりもできる。忘れがちなのでちゃんと取得しておこう。たまに装備品の中に祝福のって窃盗語がついてるやつが見つかる。連戦イベント奈落の穴の戦利品でよく出る。この祝福はエンチャントや基本品質とはまた別の装備品の第3の要素。効果は特定のスキルの能力アップ。この場合やと治癒スキル限定で能力がアップする。治癒スキルは本来回数制で当然1回使うと使用回数が1回減るんだけど、これを装備してると 7% の確率で使用回数が減らない。なお治癒スキルってのは進行アビリティレベル7で覚えるやつが、多分こんな感じでほとんどのスキルに対して祝福が用意されてる。ここまで聞いてすでに想像した人もいるんちゃう？つまり強いエンチャントと自分が使うスキルの祝福がついたいいベースアイテムを探して潜り続けなあかんのかって。普通のゲームならそうなるところだけど、パスオブジアビスはそこまでの努力は要求しない。マチンの研究所のもう一つの機能がそれ。なんとマチンちゃんは装備についてる祝福だけをひっぺがして保存しといてくれる。祝福管理を選んで、フィルターのとこで祝福ついてるやつだけ表示したら探しやすい。ゲーム内の用語として本当にひっぺがすとか剥ぎ取るって表現する。これでひっぺがしてくれた。そしてひっぺがした祝福は他の装備につけられるから、よく使うスキルの祝福さえ見つけてしまえば、あとは強い装備にくっつけて使えば OK ってわけ。祝福ついてるけどベースアイテムがしょぼい。みたいな悲劇とは無縁ってことやな。ありがとうマチンちゃん。さて、そんなこんなでズバッと飛ばして試練の古戦場のボス前。前回、ここからのボスは可愛いやつばっかりだと言ったな。これだ。って見えにくいな。一旦戦闘開始してからポーズしてった。これだ。今回登場する可愛いキャラその2、スキュラちゃん。さっきの不審者が言ってたタコ娘ちゃんってこれか。まあこれなら強心者が出るのもしゃあないな。行動は、やけど攻撃の連撃など多彩。なんやけど、今回のヒーラーアカネちゃんの祝福後出しに協力。回数制限のない全体超回異常回復、便利すぎる。触手8っていう技名、めっちゃサガシリーズっぽくて好き。ボスを倒せばお供は自滅します。そしてこの音はレアドロップやな。パート2で言ってた、やけどに対して追撃する装備は、スキュラのレアドロップです。やけどメインで戦うつもりの人は、粘って立っておこう。ここでも、前のダンジョンと同じように、ボス撃破後に新しいランダムイベントが追加されます。今回は、最後にそのランダムイベントを確認して終わりにしよう。それがこれ、マナの井戸。効果は2つ。潜ったキャラの装備にエンチャントが追加される。と同時に、潜ったキャラの体が変異する。実践してみた方が早いやろう。エンチャントについては、装備しているノーマルアイテムが対象。潜る前に、つけたい装備だけにしとけば、狙ってエンチャントできるな。飛び込んだ。守りの盾がプラス2になった。この効果はマチンのエンチャントガチャが1回タダでできるだけのことやから、そんなに大したことではない。問題はこっち。
今受けてるバフでバフの欄に、輝く眼光っていうのが追加された。なになに？あなたの目からは常に光線が照射されている。危険なため常に目を閉じていなければならない。はぁ。ごめん、眩しいから目閉じてて。こんな感じでキャラが肉体的に変化する。前回言ってたタコさんの体は人事ではないって話がこれ。尻尾が生えたり触手が生えたり炎をまとったり、とにかく色々変わる。変異によって効果は様々で、メリットもあればデメリットもある。輝く眼光は目を閉じてないといけないから命中率がとんでもなく下がる。その代わり目からビーム出して攻撃できる。どないなっとんねん。ごめん、眩しいから目閉じてて。このシリーズは次回で最終回を予定してて、正式リリース後に改めて動画にしたいなと思ってるんやけど。このゲームってオートセーブちゃうし、ノーリセットプレイってわけにもいかんやん。初見でもないし、トラブルを見て楽しむ動画にはできそうにない。そこで考えたんが、変異をポートレートに反映するプレイ。変異を獲得するたびに、ポートレート書き換えるってのはどうかな？今回で言うとこんな感じ。変更がなければ、確か変異は1人3つまで獲得できるはず。どんなパーティーになるか見物じゃない？見物ちゃうわ。ごめん、眩しいから目閉じてて。まあまだ未定やけど、面白そうなプレイあったら教えてください。とにかく次回は最終回、最初の大ボスに挑みます。大ボスも可愛いんだなこれが。お楽しみに。